皆さんこんにちは。ながらくライクの時間がやってきました。ながらくライクって何ですか、みすみさん。ながらくライクとは、あんなことやこんなことを忖度なしにトークしていくラジオ感覚の動画です。じゃあ今日は僕たちはほろ酔い気分ということで、僕は桃を飲んでます。僕はキウイを飲んでみさんは私は、お茶を飲んでます6時以降なんでね、はい、自由にしながら行きましょう。じゃあ今日のテーマはこちら。リモートワーク vs オフィス出社。どっちが好きですかっていうのを、リモートワークか出社、せーの、出社ということで21でバチバチとやっていきましょう。早速なんですけど、今日のテーマはリモートワーク vs オフィス出社なんですが、ちょっと気になる記事が出てたので、ちょっとこの記事を見てもらいたいなと思ってます。2025年4月16日に出てたアクセンチャーさんが6月から全員出社に週5日の、週5日ですねのフル出社を要求しますってことで、オフィス回帰の波到来かっていうのが出てたんですよね。これなんでかなみたいなところを考えて、僕なりの5つの回答があるんですけど、1つ目が、お客さんとの連携強化っていうことで、やっぱお客さん先に行くことが多いんじゃないかなみたいなところとか、2つ目は若手社員の育成と組織文化の維持っていうことで、やっぱアクセンチャーさんって人が多いから、スキルトランスファーっていうのがなかなか難しいんじゃないかなみたいなところとか、あとは逆に言うと組織再編と人員整理の可能性があるんじゃないかなみたいなところで、リモートワークでしかできませんみたいな人、足切りじゃないですけどっていうのがあるんじゃないかなとか、あとはグローバル企業なんで、その本社の方針転換があったのかなとかで、5つが、業界全体、アクセンチャーさんだけじゃなくて他のコンサルファームも出社回帰の流れが出てきてるんじゃないかなみたいなところなんですけど、クライクは両方とも OK というかハイブリッドでやってるので、みすみさんは今週2かな。そうですね、オフィス出社と週に3回はリモートワークで、みすみさんの場合はオンボーディング期間が終わるとどっちでもいいですっていう、リモートワークが主体の自分自身で決めてっていう風なところなんですけど、じゃあ今からオフィス出社 VS リモートワークっていうことで、論争をしていこうと思うんですけど、白か黒かで言うと、オフィス出社のいいところとか、リモートワークのいいところっていう感じでぶつけてもらいたいんだけど、いろいろ前提条件とかはあるとはいえど、なんかご自身のご意見をお伺いしたいなと思いますけど、どっち側からぶん殴りかかりますか？じゃあ私殴られましょうか。じゃあいいですか？はい。僕はちょっと違うんですよね。途中でリモートになったっていう感じです。プライクに転職する前までは3年間リモートをやってたんですね。フルリモートです。でもう人恋しくなっちゃって、プライクに来たらずっと出社するような働き方がいいなというふうに思ってて、で実際に出社をしました。で実際に人と会えるのすごくいいんですけど、やっぱ通勤がだるいですね。かなり HP を出勤だけで削られてるっていうちょっとラッシュに巻き込まれるところもあるので。それって仮に10時出社リリースってなったら変わるじゃないですか。意見変わるんですか？それ。いや、変わらないです。仮に8時から9時の間でめっちゃ電車が混んでるところに行かなくちゃいけない、ストレスは大半を占めるものの、じゃあ9時10時の間でいいよってなっても変わらないじゃないですか。電車に乗る行為自体がストレス。そうなんです。会社で一緒に過ごす時間っていうのは好きなんですよ。むしろそっちの方がいいんですけど、ただ業務をするために、片道、1時間弱あれに耐えないといけないっていうのが嫌だなっていう感じですね。ハイブリッドなら OK。 ハイブリッドなら全然 OK ね。りっちゃん1個ずつぶん殴っていく感じです。 OK、 1個ずつぶん殴っていこ環境涼しい、電気代かからない素敵なオフィス、でっかいモニター、カメラまである、全部あります3年間こっちリモートやってるので。みすみさんなんで、だってね、びっくりした。使ってるマイク、俺の手話 M7 プラスみたいな。そうですね。 M7 プラス書いてる、同じの使ってて、あれまあまあ高いんですよ。カメラも何回か聞いて何も覚えれなくて、これぐらいのウェブカメラですか？聞いてないですね。聞いてない。しかもどちらかというと MP をね吸収してる子供に邪魔されない。それはでかい。もうほんと二類だけできた。
三角さんとかお子さん何歳ですっけ？今4歳ですね。4歳。うるさい真っ盛りだな。なので5時半幼稚園幼稚園です。5時半ぐらいになったらガシャン。入ってきますね。でいくとなんか作業中は入ってきていいんですよ私打ち合わせが多いからもう朝から夕方まで打ち合わせしてるその一瞬の瞬間にでも入ってこられたらもうゲームオーバーだから出社した。出社したい。でもさ、入ってきた時にさ、お客さんとかにさ、今日すいません、自宅なんでってもうフルリモートと出社をハイブリッドにしてるから言ってるんだけど、今日自宅でみたいなことは結構言ってるよ。まあお客さんにもよりますよね。確かに。このメタの上司の人たちとかお前フルリモートかみたいな。確かにそれはちょっと僕もそっちあるかなと思って、こうもうプロジェクト始まってるお客様とかだったら全然いいのかなと思うんですけど、初めましての時に子供がわーっと入ってきて「あ、すいません」みたいな感じの第一印象だと確かにあれっていう感じはするかな。どうですかね。そっか、僕は大丈夫かな、それ。子子供なんですって言って、あんま意識しないかな。まあ言うてきてますけどね。一回、明日ダメなんでフルリモートにしましょうって号令かけたんですよ。そしたらさ、意外と晴れてて、触ってきて、今日一人だと思ったら、美月もいた時、あれみたいな、君フルリモートって言ってたよねみたいな日は楽しかったですね。なんだかんだね、フルリモートするときはフルリモートするでいいと思って、出社するときには出社するで、出社のイベントがあったらいいと思ってる。そうなんかみんなと何かするとか、研修があるとか、その暗いけどオールハンズがあるみたいな、そのみんなで打ち合わせするタイミングがあるみたいな。ただこのフライクのオフィスに来て打ち合わせをお客さんとするだったら全然もう自宅いいなって思っちゃうんですよね。確かにそうですね。何かしらみんなでやるイベントがあるとか、今そんなないけど飲み会があるとか、みんなでご飯食べるみたいなのがあったらいいなと思いますよ。やっぱずっとねフルリモートでなんか失礼だけど、この会社で働いてる意味あるっけって僕どうしても思っちゃうんですよね。別にそれこそフリーランスでよくない？ SES で、フリーランスあるかもしれないですね。その会社で働いてるんだったらオフィスとか人とか結構重要だけどさ、業務委託とか副業とかだったらさ、正直そこよりも大切にしてるものがあるかなと思ってて、まあそうですね、っていう観点かな。せっかくだったらな。そうですね。集まりたいですよね、やっぱり。三角さん最初オファーの時ですかね、うちにぜひ来てほしいですみたいな感じで面談した時に多分選べたと思うんですよ。どっちがいいですかって。選びましたね。来るのとリモートどっちがいいですかって言ったら三角さん、最初の3ヶ月は毎日来たいです。で、慣れてきたらリモートに移行していくみたいなのがすごくいいですみたいなことをおっしゃってた記憶があるんですけど、ぶっちゃけなんかその時と今とこうなんか違う考え方とかなんかどうですか？いや、それは今も同じ考えで、やっぱりオンボーディングの時は絶対現地でみんなとこう顔を合わせてやった方が圧倒的に効率がいいかなっていうふうに思いますね。研修だけっていう観点だったらウェブでもよくないですか？研修を受けるっていう観点だったら。どうですかね。僕は同期がいたので、例えば一つ研修終わります。もしそれがウェブの研修だったら終わった瞬間こう一人になるわけですよね。ブチってズームが切れて、それをどう感じたかみたいなのをその場ではまず共有できないじゃないですか。それをお互いレポートにまとめて初めてアウトプットになるみたいなところで、言ってしまえば孤独ですよね。自分の理解感とかのギャップとかもよく分かってないし、めちゃくちゃ不安だろうなって想像したらと思うんですね。それはなんか感想を言い合ったりとか、分かんなかったこと聞いたりとか、これよかったねみたいな共感する相手がいたからよかったみたいな感じ。まさにそうですね。だから最初の頃、それこそ同期と一緒に話した時は、こんな研修あるんだ、よかったね、こういうのも分かってみたいなことだったりとか、この内容が入社後求められるんだ、結構やばいなみたいなそういうコミュニケーションが終わった瞬間にまずできるっていうのは、結構良かったなと思います。それが全部一人で抱え込まないといけなかったら、これってずっと求められ続けてるのか、自分できてるのかできてないのかよく分かんないなみたいな感じでずっと働いていくみたいなのってちょっと不安じゃないですか。人間関係みたいなとこ絶対ありますよね。2泊3日でみんな遊びに行こうみたいになった時に、1人はウェブでずっとつないでます、で2人はずっと一緒に共に行動してます、その旅行が終わった後にじゃあ3人で集まろうってなったら、リアルでずっといた2人は多分結構深い仲になってて、ウェブの1人は取り残されてるかみたいなのは絶対あるなと思って、私最初はなんかその
研修とかそういう仕事っていう観点ではなくて、やっぱり人と人の関係性を深くするためにやっぱあった方が絶対いいなって。お互いが知ってる情報量多分全然違うと思うんですよね。そうなんですよ、些細な昼飯食ってる時の会話でその人のことちょっと知りたい。そうだね。無駄と思われるところが出社だったら分かるけど、フルリモートだったら分かんないみたいな感じだよね。分かんないです、分かんないです。この人頭かく癖あるな、それぐらいしか分かんないですもしフルリモートしか働けませんっていうセールスフォースがめっちゃ得意な人がいました。主体性もありますの人と、もう一人がセールスフォースは分かりません、主体性はあります、でも出社しますだったらどっち選ぶ？いやーむずいっすね。その前提条件というかどういう人材が欲しいかにもよってくるかなと思いますけど、即戦力欲しければ前者やりますし、即戦力足りてるな、なんかもっとメンバー増やしたいなだったら後者やりますね。もう同じですかね。ここからさ、フライクの人はフライクで働く人が増えていくときに、別に戦略としてはさどっちでもいいなと思ってるの、福岡に出社するメンバーを多くしていくのか、フルリモートで働く人たちを増やしていくのかって結構岐路というか分かれ道だと思うんですけど、どっちがいいですか？半々。でも半々にしたらさ、その半のさこっちに来る人たちだけ仲良くてみたいななんない？むしろ3ヶ月に1回来るけどさ、採用っていう観点でも、そう答えはないし、そのアクセンチャーさんのやってることが全て正しいとか正しくないとかっていうことなく、出社にする方が楽だと思う僕は。完全に出社っていう方が、フルリモートでやる方が難しさは残るだろうなと思ってて、いやそれでもやりたいですかっていう意味合い。会社としては楽、出社した方が、人が集まるっていう観点だと集まらなくなっちゃう。従業員は楽じゃない。難しいっすよね。特にエンジニアの人とかどうなんでしょうね。一回もうリモートの環境を知ってしまって、今もう一回週5出てきてって言われた時にどうなんですかね。その間のって週1出社週2出社ぐらいがちょうどいい。めちゃくちゃちょうどいいと思います、フルリモートはもういらない。そうなっちゃうとやっぱ東京と福岡の人しか採用できなくなっちゃうので、地方にいる人とかっていうところにも選択肢は残しておきたい。最後この話で終わりたいなと思うんだけど、仮に僕らは週1出社とか週2出社できる環境だからできると思うけど、フルリモートの人たちが楽しくフライクで働くにはどうしたらいいと思います？ 3 ヶ月に1回6ヶ月に1回は福岡に来るのは会社の経費として来れる、ただそれ以外にどんなことをしたらその人たちがフライクで働くって楽しいって思えると思いますか？それ以外ですね。だからどちらかというと現場サイドでできることってなんだっけみたいな。それこそやっぱギャザーみたいな、ああいうツールがあるっていうのは心強いですし、喋れる環境、リアルじゃないけどリアルな環境に近い。それハドルでもいいと思う。ハードルでもいいと思いますよ。でもなんかベアでやっぱり自分でどことか歩いていってその人のその人のところにこう近づいていけばいくほどその人の声が聞こえるようになっていくみたいな。これさつけとくのめんどくさいんやん。ああ、それはありますね。リモートじゃないのに僕らはね。そっか、リモート組は別にスピーカーでやっていけばいいんですけど、部屋に5人とかいたらもう大変ですね。確かに聞こえますメガネ？それ今のメガネがあれか、イヤホン付きって。そうなんですよ。これスピーカーとマイクになってて、これでもうフルリモート、これでもう完成です。フライクに出社してるメンバーはそのメガネみんな同じのかそうです。だからたまにこうトイレに行ってる時とかにスラックの通知がピコンってこうあってなる時があるんですけどこれがあるとギャザーも大丈夫です。ギャザー入れます？ギャザー入れるのはまあねいいとしてさ、みんなこれちょっと怖いかも。ギャザー入れる時にはオプションでそのメガネも。そうです。面白いですね、そういうね。フルリモートの人たちを主人公にしないと多分ね採用というかうまくいかないと思うので、そのリチ君の言う通り東京と、東京はね強みはあるけど福岡でこの場所でっていうのを血のり生かすことができないので、なんかこうリモートで働く人を楽しく働けて、フライカーズっていうこう所属感っていうかな、一団っていうかな、なんだろう、なんて言えばいい？チーム感を出すには何かしら IT とかで解決は、そうですね、IT で解決はしたいなと思います。もしこの動画を見ている方でこんなやってることをおすすめだよってあれば教えてください。
もうめちゃくちゃパクリにいきたいと思います。今日もお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。これ乾杯しないの？乾杯。